2026年6月9日、セブンイレブン新商品5品です。とうもろこしご飯と梅ご飯の焼きサバ弁当です。公式ページでは2種類のご飯、とうもろこしご飯、梅ご飯に焼きサバ、野菜のかき揚げ、鶏照り焼きなどさまざまなおかずが楽しめるお弁当ですと紹介されています。料理の種類としてはとうもろこしご飯、梅ご飯、がんもどきこんにゃく人参しいたけに焼きサバ、玉ねぎ人参枝豆かき揚げ、鶏照り焼き、厚焼き卵、いんげんごまあえです。がんもどきは口に含んだだけでじゅわっと甘辛いつゆが染み出してきます。かつおのだしを効かせた醤油、みりん系の味付けです。梅ご飯の酸味は口の中をすっきりさせて食欲を増進させます。香ばしく焼かれた焼きサバは脂がしっかり乗っていますが、臭みもなく小さいながらも食べ応えがあります。注意書きのシールが貼ってありましたが、今のところ骨もありません。とうもろこしご飯はとうもろこしの甘みが口いっぱいに広がって、原材料名にはありませんが、コンソメのほのかな香りとしっかりした塩味で、もしかしたらバターもかすかに入ってるのかもしれませんね。このお弁当は甘いとうもろこしご飯と酸味のある梅ご飯とバラエティに富んだおかずで、口の中がぼんやりすることなく食べ進めることができます。セブンイレブンのあたりのお弁当の特徴ですが、贅沢な素材を使うわけでも特別な調理法でもないのですが、数合わせではない一つ一つキャラが立ったおかずが入っています。税別648円の価格はやや高めではありますが、それぞれのおかずの味が楽しめるお弁当には贅沢感があります。天ぷらは市場の揚げ物屋さんの味です。揚げ油の風味があって塩味がしっかりしています。これだけボリューム感があっても527キロカロリーなのはなかなか嬉しい仕上がりです。鶏照り焼きは適度な塩味と噛み応えもあって香ばしいもも肉です。サバと同様に小さいながらも臭みもなく食べ応えがあります。卵はややゼラチン感がありますが、天ぷらと一緒に食べると美味しいです。セブンイレブンの王道のお弁当です。おすすめです。おろしとネギの揚げ出し豆腐です。公式ページではかつおだしのうまみをしっかり効かせた揚げ出し豆腐ですと紹介されています。ぷにゅんとした豆腐の食感と中からじゅわっとあふれてくる甘辛いおつゆで口の中が満たされます。セブンイレブンの揚げ出し豆腐は冷たいままでも加熱しても衣がふやけていないように思います。片栗粉と小麦粉の比率も関係していると思いますが、噛んだ時の食感としてかすかに香ばしい気泡構造を維持しています。個人的にセブンイレブンの揚げ出し豆腐が美味しいと思うかなり大きな要素です。味付けはかつおだしベースの昆布との合わせだしで、お醤油とみりんの効いています。ほのかに残る揚げ油の香りと少し濃いめの味付けで、お酒との相性も良さそうです。小鉢サイズの商品もありますが、今回はボリュームもあってご飯のおかずとしても十分な量です。おすすめです。鶏照り焼きと和だしご飯、もち麦です。公式ページでは鶏の照り焼きをメインにさまざまなおかずを彩りよく盛り付けたミニ弁当ですと紹介されています。箱庭のように詰め合わされた仕上がりは眺めているだけで食欲が湧いてきます。醤油系のだしでもち麦と一緒に炊き上げられたご飯、鶏の照り焼き、人参、こんにゃく、レンコン、枝豆の五目にコーン入りきんぴらごぼうごまマヨネーズ和え、小松菜炒め、錦糸卵。この頃
セブンイレブンのチルドミニ弁当をよく手にするようになりました。ボリューム感はともかくとして、今のところ外れを手にしたことがありません。もち麦がプチプチして美味しいご飯。若干酸味のある鶏照り焼きは臭みもなく、鶏もも肉の適度な油感もあり、食べ応えがあります。ごまマヨネーズで和えたきんぴらは、その酸味とシャキシャキしたごぼうの歯ごたえで、今回のおかずの中でも鮮烈な存在感があります。五目煮や小松菜も脇役ながら、しっかり個性のある味付けです。先ほどのお弁当と同様に一つ一つのおかずのキャラが立っていることが大事な気がします。おすすめです。セブンプレミアムとろっと食感のカスタードフランです。公式ページでは、カスタード生地を流して焼き上げたタルト生地に、さらにとろっと食感のカスタードクリームを絞った2層仕立てのタルトですと紹介されています。開封と同時にバターやバニラが香り、綺麗に焼き目が入った見た目もしっかり本物です。ただし洋酒系の香りはありません。かつかなり小さいです。ベースとなるタルト生地は思ったほど硬くありません。通常固めのクッキーほどに仕上げられ、切り分けるときにボロボロに砕けることが多いのですが、今回は比較的しっとりと仕上がっています。カスタードクリームが2層構造とのことですが、食べた実感としてはよくわかりませんでした。市販されているスイーツの食感で近いところでは、クレームブリュレのキャラメリゼされていないアパレイユをそのまま流し込んだ感じです。とにかく美味しいスイーツなのですが、驚くことに税別180円です。大きさが小さいことを考えても300円台あたりが一般的な寝ぼろ感ではないでしょうか。おすすめです。辛口つけだれで食べる広島つけ麺です。公式ページでは、ごま入りの甘辛酸っぱいタレとゆでキャベツが特徴の広島のご当地麺、広島つけ麺ですと紹介されています。広島つけ麺の辛みは、一般的なタン麺や激辛ラーメンの辛さとは全く異なる冷たくて真っ赤で、なのにすっきり爽快という独特な個性を持ちます。冷たい麺と冷たいタレで食べるため、熱いラーメンのように熱さで辛みがブーストされることがありません。そのため辛いけれど舌が麻痺しにくく、出汁の甘み、旨みをしっかり感じられる構造になっています。まず薬味なしでいただきます。麺はしっかりした弾力があって、喉越しのより細麺です。つけだれは醤油と魚介だしをベースに唐辛子、ラー油、酢にたっぷりのすりごまを合わせることで、コクがあるのに油感のないすっきりした味わいに仕上がっています。関東に住んでいると食べる機会が減ってしまいますが、青ネギは白ネギよりも香りが強くて爽やかな苦みもあって、麺類の薬味としては秀逸ですね。ゆでキャベツを加えると瞬間辛さが少しマイルドになります。タレの辛さから爽やかな苦みの青ネギ、甘みのゆでキャベツと、口の中でさまざまな味変を起こしながら喉を落ちていく感触は広島つけ麺ならではです。実店舗では辛さのレベルを選べるところも多いですよね。広島つけ麺の辛さは麻婆豆腐やサンラータンなどの中華料理と違って、山椒の辛みではなく、主に一味唐辛子とラー油による直線的な辛みです。お酢やレモンなど柑橘系の酸味とも相性が良いので、味変で試してみても良いかもしれませんね。おすすめです。さて、今週のおすすめの一品は、とうもろこしご飯と梅ご飯の焼きサバ弁当です。2種類のご飯、とうもろこしご飯、梅ご飯とさまざまなおかずが彩りよく詰め込まれた幕の内系のお弁当です。美味しいお弁当の特徴ですが、
数合わせのためのおかずがありません。一つ一つは少量でも丁寧に料理されていて、それぞれ美味しくいただけます。まさにセブンイレブン弁当の王道ともいえる仕上がりです。強くおすすめします。